ワンちゃんは感情を豊かに表現する生き物で、飼い主さんの行動や感情に敏感に反応します。特に、怒りがちな飼い主さんのもとで育ったワンちゃんは、独特の行動パターンを示すことがあります。この動画では、怒りやすい飼い主さんに飼われているワンちゃんが、どのような行動を見せるかを探り、その背後にある心理状態や感情を理解することを目指します。ワンちゃんとのより良い関係を築くためには、その行動の意味を知ることが重要です。このチャンネルでは、ワンちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。その1、身を隠す。ワンちゃんがしばしば怒る人に飼われている場合、そのワンちゃんは不安やストレスを感じやすくなります。このような環境で育ったワンちゃんは、自分を守るために様々な行動をとるようになります。その中でも特に一般的な行動が身を隠すことです。ワンちゃんは怒りや威嚇のサインを感じ取ると、安全な場所を求めて家具の下やベッドの下など、狭くて隠れやすい場所に身を潜めることがあります。この行動は、直接的な脅威から逃れる本能的な方法として解釈されます。身を隠す行動は、ワンちゃんが不安定で予測不能な環境に置かれているサインとも言えます。ワンちゃんは自分が安全でないと感じたとき、見えない場所に隠れることで、少しでも安心感を得ようとします。この行動は、ワンちゃんがストレスを感じていることの明確な指標であり、飼い主さんが、このサインを見逃さないことが大切です。ワンちゃんが頻繁に隠れる場合は、その環境や日常生活におけるストレスの原因を見直し、ワンちゃんがもっとリラックスできるような環境を提供することが求められます。身を隠す行動を減らすためには、ワンちゃんとの信頼関係を強化することが重要です。優しく接し、安心できる空間を作り出すことが大切です。また、ワンちゃんが隠れているときは、無理に引きずり出さず、ワンちゃんが自分から出てくるのを待つことも大切です。ワンちゃんが安全だと感じるまで、時間をかけてゆっくりと接近し、安心できる環境を整えてあげることが、ワンちゃんのストレスを軽減し、身を隠す行動を減らす鍵となります。その2、尻尾を巻く。ワンちゃんがたくさん怒る人に飼われている場合に見せる、もう一つの典型的な行動は、尻尾を巻くことです。この行動は、ワンちゃんが恐怖や不安を感じている時によく見られます。ワンちゃんは尻尾を体の下に強く巻き込むことで自分を守ろうとします。この行動は自分が脅威にさらされていると感じた時の防御的な姿勢の一つです。尻尾を巻くことはワンちゃんが不安やストレスを感じており、自分を小さく見せて攻撃を避けようとしているサインとも解釈できます。尻尾を巻く行動はワンちゃんが自分の感情を表現している重要な方法です。ワンちゃんがこのような行動をとるとき、それはワンちゃんが安心感を欠いているか、何らかのストレスや不安を感じていることの明確な兆候です。飼い主さんは、このような行動を見たときに、ワンちゃんの不安を和らげるために何ができるかを考える必要があります。例えば、穏やかな声で話しかけたり、ワンちゃんの好きなおもちゃやおやつで気を紛らわせたりすることが有効です。尻尾を巻く行動に対処するためには、ワンちゃんとの積極的な関わり合いが重要になります。ワンちゃんが安全で快適だと感じる環境を作り、定期的に愛情を示すことで、ワンちゃんの不安を減らすことができます。また、ワンちゃんとのポジティブな経験を増やすことで、ワンちゃんが人間との関係をよりポジティブに捉え、不安や恐怖を感じにくくなるようにすることが大切です。ワンちゃんが尻尾を巻く行動を示すとき、それは飼い主さんに対して
助けを求めているサインとも言えます。飼い主さんとしては、ワンちゃんの感情を理解し、ワンちゃんが安心して生活できるようなサポートを提供することが求められます。ワンちゃんの行動や感情を正しく理解し、適切な対応をとることで、ワンちゃんはより安心し、健やかな生活を送ることができるようになります。その3、無音の吠え。たくさん怒る人に飼われたワンちゃんが見せる行動の一つに、無音の吠えがあります。この行動は、ワンちゃんが口を開けて吠える仕草をするものの、実際には音が出ていない状態を指します。ワンちゃんがこのような行動を示す背後には、不安やストレス、恐怖などの複雑な感情が隠されていることが多いです。無音の吠えは、ワンちゃんが内面的な緊張や不安を感じているサインとして解釈されますが、声に出して吠えることで、そのストレスを直接表現することができない状況を反映しています。ワンちゃんが無音の吠えをする場合、それは通常、飼い主さんや周囲の人々に対して何らかのメッセージを伝えようとしている行為と考えられます。しかし、たくさん怒る飼い主さんによってワンちゃんが恐怖を感じている場合、ワンちゃんは吠えること自体が罰を受ける原因になると学習している可能性があります。その結果、ワンちゃんは音を立てずに吠えることで自分の不安や要求を漂白しようとするのです。このような行動は、ワンちゃんが感じているストレスの深刻さを示しており、ワンちゃんとの適切なコミュニケーションや関係の再構築が急務であることを飼い主さんに警告しています。無音の吠えを見せるワンちゃんに対して飼い主さんができることは、まずワンちゃんの不安やストレスの原因を理解し、それを軽減するための措置を講じることです。穏やかな声で話しかける、安心できる環境を提供する、定期的な運動や遊びでストレスを発散させるなど、ワンちゃんがリラックスできるような環境を整えることが重要です。また、ワンちゃんとのポジティブな関わり合いを増やし、信頼関係を築くことで、ワンちゃんが安心して自分の感情を表現できるようになります。その4、食欲不振。たくさん怒る人に飼われているワンちゃんが示すもう一つの行動は食欲不振です。ワンちゃんがストレスや不安を感じているとき、その一つの表れとして食欲が落ちることがあります。ワンちゃんにとって食事は生理的な必要だけでなく安心感や満足感を得る手段でもあります。しかし、恒常的な怒りや威嚇にさらされる環境では、ワンちゃんは食事をとること自体にストレスを感じるようになり、それが食欲不振へとつながります。食欲不振はワンちゃんが心身ともに健康でないことのサインであり、放置すると栄養不足や免疫力の低下など、さらに深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。ワンちゃんが食べない原因を特定し、ワンちゃんが安心して食事ができる環境を整えることが、この問題に対処するための第一歩です。食事の時間を一定に保ち、静かで落ち着いた場所で食事をさせる、食事の種類を変えてみる、食事の時間を楽しいものにするなど、食欲を促すための工夫が必要です。また、ワンちゃんの食欲不振が長期にわたる場合は、動物の専門家や獣医師に相談することが重要です。専門家の助けを借りて、ワンちゃんが感じているストレスの原因を特定し、適切な対処法を見つけることが、ワンちゃんの健康と幸福を守る上で欠かせません。食欲不振を解消し、ワンちゃんが再び健康的な食生活を送れるようにするためには、飼い主さんとワンちゃんとの信頼関係の再構築が必須であり、ワンちゃんに安心と安全を提供することが最も重要な鍵となります。その後、異常なしつけ。たくさん怒る人に飼われたワンちゃんが見せる行動の一つに、異常なしつけへの反応があります。しつけとは、ワンちゃんが社会生活を送る上で必要なルールやマナーを学ぶ過程ですが、
怒りがちな飼い主さんによる過度な厳しさや不適切な方法で行われると、ワンちゃんにとって深刻なストレス源となり得ます。このような状況下でのしつけは、ワンちゃんが恐怖や不安を強く感じる原因となり、その結果、ワンちゃんは異常な行動パターンを示すようになることがあります。例えば、過度に厳しいしつけを受けたワンちゃんは、人間や他の動物との正常な社交性を欠くことがあります。また、命令に対する過敏な反応や小さな刺激に対しても過剰に反応するなど、神経質な行動を示すようになることがあります。これらの行動は、ワンちゃんが絶えず高いストレス状態にあることを示しており、そのような環境から解放されることなく、正常な行動パターンを学ぶことが困難になっています。異常なしつけへの反応を減らすためには、まず飼い主さんがワンちゃんに対する接し方を見直し、ポジティブな強化を中心としたしつけ方法を採用することが重要です。愛情を持って接し、良い行動をした際には、報酬を与えることで、ワンちゃんが安心して学習できる環境を整える必要があります。また、ワンちゃんが恐怖や不安を感じないように、しつけの過程で忍耐強く一貫性を持って接することが、ワンちゃんの健全な心理状態を保つ上で非常に重要です。その6、過度の舐め。たくさん怒る人に飼われたワンちゃんが示すもう一つの行動は、過度の舐めです。ワンちゃんが自分の体を異常に舐め続ける行動は、ストレスや不安、退屈など、心理的な不調の表れと考えられます。特に、飼い主さんからの過剰な怒りや厳しさにさらされるワンちゃんは、このような自己刺激行動によって、一時的な安心感を求めることがあります。過度の舐めは、特定の部位に限定されることが多く、その結果、皮膚炎や毛の脱色、さらには自傷行為につながることもあります。この行動を減らすためには、ワンちゃんのストレス源を特定し、それを取り除くことが最初のステップです。ワンちゃんが安心して過ごせるような環境を提供し、定期的な運動や遊びを通じてエネルギーを発散させることも重要です。また、ワンちゃんとの積極的な相互作用を増やし、安心感を与えることで、過度の舐め行動を抑制することができます。ワンちゃんが過度に舐める行動を見せた場合、それを咎めるのではなく、ワンちゃんの注意を他の活動に向けることで、徐々にその行動を減らすことが可能です。ワンちゃんの行動は、その心理状態の鏡であり、飼い主さんとしては、ワンちゃんが示すサインを見逃さず、適切に対応することが求められます。ワンちゃんが安全で愛されていると感じることができれば、過度の舐めや、その他のストレス関連行動は、自然と減少していくでしょう。愛情深く、理解ある接し方を心がけることで、ワンちゃんは健康的で幸せな生活を送ることができます。その7、破壊行動。たくさん怒る人に飼われたワンちゃんが見せる一つの行動に、破壊行動があります。この行動は、家具や靴、家庭内のものを噛んだり、壊したりするものです。破壊行動は、ワンちゃんがストレスや不安、退屈を感じているサインであることが多く、その感情をどうにかして発散しようとする現れです。特に、怒りがちな飼い主さんのもとでは、ワンちゃんは常に緊張状態にあり、その結果として破壊行動に走ることがあります。破壊行動を示すワンちゃんは自分の感情をコントロールする方法を知らず、ストレスを感じるとそのエネルギーを物理的な形で表現することになります。この行動はワンちゃんがもっと適切な方法でストレスを処理する手助けを必要としていることを示しています。飼い主さんがこの問題に対処するためには、まずワンちゃんに十分な運動と刺激を提供することが重要です。
長い散歩や運動は、ワンちゃんが余分なエネルギーを消費するのに役立ち、破壊行動を減少させることができます。また、ワンちゃんが破壊行動を起こしやすい環境を変えることも有効です。例えば、ワンちゃんが噛むことができるおもちゃを提供することで、不適切なものを噛むことから注意をそらすことができます。さらに、ワンちゃんとのポジティブな相互作用を増やすことで、ワンちゃんが安心感を持ち、ストレスを感じにくくなることも重要です。最終的には、ワンちゃんが感じているストレスの根本的な原因に対処することが、破壊行動を減らす鍵となります。その8、闘争の試み。たくさん怒る人に飼われたワンちゃんが見せる別の行動は、闘争の試みです。この行動は、ワンちゃんが家から逃げ出そうとすることを意味し、ワンちゃんが現在の環境や状況に対して、極度の不安や恐怖を感じているサインです。闘争の試みは、ワンちゃんが感じているストレスや不快感から逃れたいという強い願望を示しており、そのような状況が持続することで、精神的な健康を害する可能性があります。ワンちゃんが闘争を試みる原因には、過度の怒りや厳しいしつけだけでなく、愛情や注意の不足も含まれます。ワンちゃんは社会的な動物であり、安全で安心できる環境と、性の人間との関係を求めます。闘争の試みを減らすためには、飼い主さんがワンちゃんとの信頼関係を強化し、安心できる環境を提供することが不可欠です。それには、愛情を持った接触、一貫した日常のルーティン、そしてワンちゃんがストレスを感じる状況を避けることが含まれます。ワンちゃんが闘争を試みる行動を示した場合、それは飼い主さんにとって重要な警告信号であり、ワンちゃんの現在の生活環境や飼い主さんとの関係について見直すべきサインです。闘争の試みを防ぐためには、ワンちゃんが安全で快適に感じる環境を確保し、ワンちゃんの精神的な健康を守るための適切な対策を講じることが重要です。その9、過剰な従順。たくさん怒る人に飼われたワンちゃんが見せる行動の中で、特に注目すべきものに過剰な従順があります。この行動は、ワンちゃんが飼い主さんの期待に応えようとして、通常以上に従順な振る舞いを示すことです。過剰な従順性は、一見すると理想的なワンちゃんの態度に見えるかもしれませんが、実際にはワンちゃんが感じているストレスや恐怖のサインであることが多いです。ワンちゃんは怒られることを避けるため、または安心感を得るために、自らを抑制し、飼い主さんの指示に異常なまでに従うようになります。過剰な従順性を示すワンちゃんは、飼い主さんの顔色を伺い、小さな指示にも過敏に反応します。これらのワンちゃんは、自己表現を抑え、飼い主さんに完全に従うことで、安全を確保しようとします。しかし、このような行動はワンちゃんの自然な行動や感情の発露を抑制し、精神的な健康を害する可能性があります。過剰な従順性は、ワンちゃんが自己の意思や感情を表現することを恐れていることを示し、その背景には恐怖や不安が潜んでいます。この問題に対処するためには、飼い主さんは、ワンちゃんとの関係を見直し、ワンちゃんが自信を持って行動できるような環境を整える必要があります。ポジティブな強化を用いた訓練方法を採用し、ワンちゃんが正しい行動をした際には、積極的に褒めることで、ワンちゃんの自信を育てることが重要です。また、ワンちゃんが自らの意思で行動する機会を増やし、ワンちゃんが安心して感情を表現できるような関係性を築くことが、過剰な従順性を解消する鍵となります。その10、信頼の喪失。たくさん怒る人に飼われたワンちゃんが経験するもう一つの重要な問題は、信頼の喪失です。これは、ワンちゃんが飼い主さんや他の人間に対して持つ信頼感が失われる状態を指し、
深刻な関係の断絶を意味します。信頼の喪失は、ワンちゃんが飼い主さんを恐怖や不安の源とみなし、もはや安全や安心感を飼い主さんとの関係から得られないと感じるときに発生します。この状態のワンちゃんは、飼い主さんとの相互作用を避け、飼い主さんの近くにいることを不快に感じるようになることがあります。信頼の喪失は、ワンちゃんと飼い主さんの間の絆が深刻に損なわれていることを示しており、この問題を解決するには時間と努力が必要です。飼い主さんは、ワンちゃんとの関係を再構築するために、一貫性と忍耐を持って接する必要があります。ワンちゃんが安全と安心を感じるような環境を提供し、ワンちゃんのペースに合わせて、徐々に信頼関係を築いていくことが重要です。ポジティブな体験を積み重ねることで、ワンちゃんが再び人間を信頼できるようになることが目指されます。信頼の喪失に対処する上で鍵となるのは、ワンちゃんに対する理解と共感です。ワンちゃんの感情やニーズに注意を払い、ワンちゃんが興奮したり、不安になったりする原因を理解し、適切に対応することが、信頼を取り戻す上で、不可欠です。ワンちゃんとの関係を修復する過程では、飼い主さんの忍耐と、ワンちゃんへの無条件の愛情が、ワンちゃんが再び信頼を寄せる基盤となります。ワンちゃんが怒られることの多い環境で見せる行動を理解することは、彼らの心理状態を改善し、より良い関係を築くために重要です。その11、体を低くする。ワンちゃんが体を低くする行動は、不安や恐怖、服従のサインとしてよく見られます。特に、たくさん怒る人に飼われているワンちゃんは、このような行動を頻繁に示すことがあります。ワンちゃんが体を低くするのは、自分を小さく見せて、脅威に対する攻撃性を避けようとする、本能的な行動です。このポーズは、私はあなたに脅威を与えていませんというメッセージを伝えるためのもので、しばしば、怒りや不機嫌を表す飼い主さんに対する反応として現れます。この行動は、ワンちゃんが飼い主さんの怒りや不満を感じ取ったとき、特にその怒りが自分に向けられていると認識したときに見られます。ワンちゃんは飼い主さんの感情や態度の変化に敏感であり、飼い主さんの声のトーン、身振り、表情から怒りを感じ取ることができます。そのため、飼い主さんが頻繁に起こる環境では、ワンちゃんは常に緊張状態にあり、自分を守るために体を低くする行動をとることが多くなります。ワンちゃんが体を低くする行動をとるとき、それはまた飼い主さんとの関係における不安定さや不確実性を反映しています。ワンちゃんは安心してリラックスできる環境を必要としますが、怒りっぽい飼い主さんのもとでは、そのような安心感を得ることが難しくなります。このため、ワンちゃんは自己保護の姿勢を取り続けることになり、その結果として、体を低くする行動が常態化することがあります。飼い主さんとしては、ワンちゃんが示すこのようなサインを見逃さず、自分の態度や行動が、ワンちゃんにどのような影響を与えているかを理解することが重要です。ワンちゃんが安心して生活できるように怒りを表現する方法を見直し、ワンちゃんとのポジティブな関係を築くことが求められます。ワンちゃんとの信頼関係を深めることで、ワンちゃんは徐々に安心感を取り戻し、体を低くする行動を示す頻度を減らしていくことができます。その12、耳を後ろに倒す。ワンちゃんが耳を後ろに倒す行動も、不安、恐怖、または服従のサインとして解釈されます。特に、怒りや厳しい態度を頻繁に見せる飼い主さんに対して、ワンちゃんはこのような耳の姿勢をとることがあります。耳を後ろに倒すことで、ワンちゃんは自分が脅威ではないこと、または自分が不安や恐怖を感じていることを伝えようとします。この行動は、ワンちゃんが身の回りの環境や人々との関係において
安全ではないと感じている時によく見られます。耳を後ろに倒す行動は、特にワンちゃんが怒られることを予期している時や、飼い主さんの厳しい指導や罰を受けた後によく見られます。このような状況では、ワンちゃんは自分をできるだけ小さく見せ、攻撃やさらなる罰を避けようとする本能に従っています。耳を後ろに倒すことで、ワンちゃんは飼い主さんに対して服従の姿勢を示し、同時に自分の不安や恐怖を表現しているのです。この行動を示すワンちゃんは、しばしばストレスや不安を感じていることが多く、そのような感情はワンちゃんの全体的な健康や幸福に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、ワンちゃんが耳を後ろに倒す行動を頻繁に示す場合は、その背後にある原因を理解し、ワンちゃんが感じるストレスや不安を軽減するための措置を講じることが重要です。ワンちゃんとのコミュニケーションにおいては、怒りや罰を与えることよりも、理解と愛情を持って接することがより効果的です。ワンちゃんが安心して生活できる環境を提供することで、耳を後ろに倒すといった不安や恐怖のサインを示す頻度を減らし、ワンちゃんとの健全な関係を築くことができます。ワンちゃんとの信頼関係を深め、ポジティブな方法でコミュニケーションをとることが、ワンちゃんの幸福にとって最も重要な要素の一つです。その13、目をそらす。ワンちゃんが目をそらす行動は、不安や恐怖、または服従のサインとして見られることがあります。特に、たくさん怒る人に飼われているワンちゃんは、このような行動を示すことが多いです。ワンちゃんが人の目を直接見つめることは、ワンちゃんの世界では、挑戦的な行為と解釈されることがあります。そのため、ワンちゃんが目をそらす行動は、対立を避け、自分が服従していることを示すための方法として行われます。怒りや厳しい態度を頻繁に見せる飼い主さんの前では、ワンちゃんは自分をより脅威の少ない存在として見せるために、意図的に目をそらすことがあります。これは、自身の安全を確保し、さらなる怒りや罰を避けるための自己防衛の行動です。目をそらすことによって、ワンちゃんは飼い主さんに対して従順であることを示し、同時に自分が恐怖や不安を感じていることを伝えています。この行動はまた、ワンちゃんがストレスや不安を感じていることのサインでもあります。頻繁に怒られる環境では、ワンちゃんは常に警戒心を持ち、リラックスすることが難しくなります。その結果、ワンちゃんは人間との直接的な目の接触を避けることで自分を守ろうとします。ワンちゃんが目をそらす行動を示すとき、それは飼い主さんとの間に信頼関係が完全には築かれていないことを意味することもあります。飼い主さんとしては、ワンちゃんが目をそらす行動を示したとき、その背後にある感情を理解し、ワンちゃんに安心感を与えることが重要です。怒りや罰ではなく、愛情と理解を持ってワンちゃんに接することで、ワンちゃんは徐々に安心して人の目を見ることができるようになります。ワンちゃんとの関係を強化し、ワンちゃんが感じるストレスや不安を軽減するためには、ポジティブなコミュニケーションと安定した環境を提供することが不可欠です。その14、震える。ワンちゃんが震える行動は、恐怖、不安、寒さ、または興奮の表れとして見られることがあります。特に、怒りや不機嫌を頻繁に表す飼い主さんに飼われているワンちゃんは、恐怖や不安から震えることがよくあります。ワンちゃんが震えるこの行動は、非常に強い不安やストレスを感じている時の身体的な反応です。ワンちゃんは、直接的な脅威や過去に経験した不快な記憶が原因で、このような状態に陥ることがあります。たくさん怒る人の下で生活するワンちゃんは、予測不能な環境に置かれていると感じることが多く、この不確実性がワンちゃんに強いストレスを与えます。
怒りや罰がいつ来るかわからないため、ワンちゃんは常に緊張状態にあり、その結果、恐怖や不安から震えることがあります。震えは、ワンちゃんが感じる内面の不安定さや恐怖心を表す非常に顕著なサインです。ワンちゃんが震える行動を示すとき、それは飼い主さんに対して直接的な助けを求めるサインとも解釈できます。ワンちゃんは自分の感情を言葉で表現することができないため、震えることで自分の不安や恐怖を伝えようとします。飼い主さんとしては、ワンちゃんが震える行動を見たとき、その原因を理解し、ワンちゃんに安心感を与えるためにできることを考えることが重要です。ワンちゃんが安心して生活できる環境を提供することは、ワンちゃんが震える行動を減らす上で非常に重要です。愛情と理解を持ってワンちゃんに接し、ポジティブな強化を用いることで、ワンちゃんは徐々に恐怖や不安を克服し、震える行動を示す頻度を減らしていくことができます。ワンちゃんとの健全な関係を築くことで、ワンちゃんは安心感を得て、より幸せで健康的な生活を送ることができるようになります。その15、頻繁な嘔吐。頻繁な嘔吐は、ワンちゃんが経験するストレスや不安が原因で起こることがあります。特に、怒りや不機嫌を頻繁に表す飼い主さんの下で生活しているワンちゃんは、このような症状を示すことがあります。嘔吐は、ワンちゃんの体が抱える心理的、あるいは物理的なストレスの直接的な結果として生じる場合があります。ストレスは消化器系に影響を与え、ワンちゃんが食べたものをうまく消化できなくなり、結果として嘔吐につながることがあります。ワンちゃんが頻繁に嘔吐する場合、それは環境や飼い主さんとの関係に問題があるサインとして考えられるべきです。ストレスが原因である場合、嘔吐以外にも食欲不振や活動性の低下など他の健康問題が現れることもあります。これらの症状が見られる場合は、ワンちゃんが感じているストレスのレベルを評価し、その原因を特定することが重要です。ストレスの原因が飼い主さんの行動にある場合は、その行動を改め、より穏やかで安定した環境をワンちゃんに提供することが求められます。ワンちゃんの頻繁な嘔吐に対処するためには、まず獣医師に相談し、嘔吐の原因が医学的な問題によるものではないかを確認することが重要です。もしストレスが原因であると判断された場合、ワンちゃんの生活環境を見直し、ワンちゃんが安心して過ごせるような変更を加える必要があります。例えば、定期的な散歩や遊び時間を増やすことで、ワンちゃんのストレスを軽減し、嘔吐の頻度を減らすことができます。その16、排泄の失敗。排泄の失敗は、ワンちゃんが感じるストレスや不安が原因で起こることがあります。特に、たくさん怒る人に飼われているワンちゃんは、このような問題を抱えることがあります。ワンちゃんがトイレトレーニングを受けているにもかかわらず、家の中で排泄を行う場合、それはワンちゃんが感じているストレスや不安のサインである可能性が高いです。ワンちゃんが不安を感じると、その不安をコントロールするために、本能的にマーキング行動をとることがあります。また、怒られることへの恐怖が排泄をコントロールする能力に影響を与えることもあります。排泄の失敗が続く場合、ワンちゃんが生活している環境を見直す必要があります。ワンちゃんが安心して排泄できるように、定期的に外に連れ出す時間を設けることが重要です。また、ワンちゃんが排泄を成功させた際には、ポジティブな強化を用いて、その行動を褒めることで、ワンちゃんにトイレトレーニングの正しい行動を教えることができます。ワンちゃんの排泄の失敗に対処する上で、怒ることは逆効果です。怒りはワンちゃんのストレスをさらに増大させ、問題行動を悪化させる可能性があります。代わりに、安定したルーチンと
愛情ある接し方を通じて、ワンちゃんが安心感を持てる環境を作ることが重要です。ワンちゃんが安心して生活できる環境を提供することで、排泄の失敗を減らし、ワンちゃんとの健全な関係を築くことができます。その17、人への接近恐怖。たくさん怒る人に飼われたワンちゃんが見せる一つの行動に、人への接近恐怖があります。この行動は、ワンちゃんが人間との直接的な接触を恐れ、避けるようになる状態を指します。この恐怖は、過去のネガティブな経験や予測不可能な反応を示す飼い主さんとのやりとりから生じることが多いです。ワンちゃんは極めて感受性が高く、怒りや不満を頻繁に表現する人のもとでは、人間を信頼することが難しくなります。人への接近恐怖を持つワンちゃんは、新しい人や基地の人であっても、接近を試みる人間に対して、過度に警戒する傾向があります。このようなワンちゃんは、人が近づくと、身を引いたり、隠れたり、場合によっては防御的な行動をとることさえあります。これらの行動は、ワンちゃんが感じる不安や恐怖の表れであり、自己防衛の手段として行われます。人への接近恐怖を克服するには、ワンちゃんに安全で予測可能な環境を提供することが重要です。ワンちゃんとの性の関係を構築するためには、優しさ、忍耐、一貫性が必要です。新しい人とのやりとりを徐々に導入することで、ワンちゃんが人間とのポジティブな経験を積むことができます。また、ワンちゃんがリラックスしている状態で、ご褒美を使って人への接近を奨励することも、恐怖を克服する上で効果的です。その18、過度の吠え。過度の吠えも、たくさん怒る人に飼われたワンちゃんが示す可能性のある行動です。この行動は、ストレス、不安、退屈、注意を引きたいという欲求など、様々な要因によって引き起こされることがあります。怒りを頻繁に示す飼い主さんのもとで育ったワンちゃんは、吠えることで自分の不安やストレスを表現しようとする場合があります。このようなワンちゃんは、特定の刺激に対して過敏に反応し、通常よりも多く吠える傾向があります。過度の吠えを管理するには、まずその原因を理解することが重要です。ワンちゃんが吠える背後にある感情やニーズに対応することで、問題行動を軽減することができます。例えば、ワンちゃんが退屈や孤独から吠える場合、定期的な運動や遊びの時間を増やすことで、ワンちゃんの精神的、身体的な満足度を高めることができます。また、ワンちゃんが不安や恐怖から吠える場合は、安心できる環境を作り、徐々に不安を引き起こす刺激に慣れさせる訓練が効果的です。ワンちゃんが過度に吠える問題を解決するためには、飼い主さんの一貫したアプローチと、性の強化を用いたトレーニングが必要です。吠える行動を無視し、静かにしている時には褒めることで、ワンちゃんは吠えることよりも、静かでいることが報酬につながると学びます。このような方法を通じて、ワンちゃんは徐々に過度の吠える行動を減らし、より落ち着いた行動パターンを学んでいくことができます。その19、情緒不安定。たくさん怒る人に飼われたワンちゃんが示す可能性のある行動の一つに、情緒不安定があります。この状態は、ワンちゃんが日常生活の中で極端な気分の変動を示し、予測不可能な反応をすることを意味します。情緒不安定なワンちゃんは、普段は温和であるにもかかわらず、突然攻撃的になったり、極度に恐怖を感じたりすることがあります。このような行動は、ワンちゃんが感じている持続的なストレスや不安が原因であることが多く、怒りや不満を頻繁に示す飼い主さんとの関係が、これらの感情を悪化させる主な要因となります。情緒不安定を示すワンちゃんは、日々の環境や人間との相互作用に対して、過敏に反応することがあり、
この過敏性は、ワンちゃんの不確実な感情状態を反映しています。例えば、小さな音に過剰に反応したり、家族の一員に突然吠えたりすることがあります。これらの行動は、ワンちゃんが不安定な環境にいると感じ、常に警戒心を持っていることを示しています。ワンちゃんの情緒不安定に対処するためには、まずその根本原因を理解し、ワンちゃんが安心できる環境を提供することが重要です。これには、安定した日常のルーチンの確立、ポジティブな行動の強化、そしてワンちゃんがストレスを感じる状況から適切に距離を置くことが含まれます。また、プロのワンちゃんの行動トレーナーや動物行動学者と相談することも、ワンちゃんの情緒的なバランスを取り戻すのに役立ちます。その20、攻撃性の増加。攻撃性の増加は、たくさん怒る人に飼われたワンちゃんが示す、もう一つの深刻な行動です。ワンちゃんが攻撃性を示す理由は多岐にわたりますが、恐怖、不安、ストレス、そして防衛本能が主な原因となることがあります。特に怒りや不満を頻繁に表す飼い主さんのもとでは、ワンちゃんは自分を守るために攻撃的な行動をとることがあります。このような環境では、ワンちゃんは人間や他の動物に対しても攻撃的になりやすく、些細な刺激に対しても過剰に反応することがあります。ワンちゃんの攻撃性が増加すると、その行動は家族や周囲の人々にとって重大なリスクとなります。このため、ワンちゃんが攻撃的な行動を示し始めた場合は、直ちに対処する必要があります。攻撃性を管理するためには、ワンちゃんが感じている根本的な不安やストレスを解消することが最も重要です。これには、安全で予測可能な環境の提供、ストレスを引き起こす状況の管理、そして適切な行動修正トレーニングが含まれます。攻撃性の問題を解決するには、プロの支援を求めることがしばしば推奨されます。ワンちゃんの行動トレーナーや動物行動学者は、ワンちゃんの特定の行動問題に対処するための個別の計画を提供できます。また、ワンちゃんとの性の関係を再構築し、信頼と理解を基盤とした接し方をすることで、ワンちゃんの攻撃性を効果的に減少させることができます。ワンちゃんは飼い主さんの感情に深く影響を受ける生き物であり、怒りがちな飼い主さんのもとでは、ストレスや不安を感じることが多くなります。この動画を通じて、そうした環境下でワンちゃんが示す可能性のある行動と、その心理的背景について学びました。ワンちゃんとの健全な関係を築くためには、ポジティブなコミュニケーションと理解が不可欠です。ワンちゃんが見せる行動一つ一つに意味があり、それを理解することが、より良い飼い主さんになるための第一歩です。このチャンネルでは、今後もワンちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。